カメラ回すの忘れまして、ちょっと置き口出てるんですけど、毎年1月になったらね、ここ数年ゲタが出てくるんで、ちょっとゲタ狙いで沖に出してますが、まあおこでも寒くなったら出てきますね。でもちょっとなんかエビが減ってる感じです。ガラが全然見えんかったですね。ということで2番目。今回はちょっと他に入れたんでゲタが見えませんでしたね。非常に悩むとこです。ゲタ取るために置き口をやるべきか、それともガラ取るためにちょっと岡口をやるべきか悩みますね。でこの小さいイイダコとこの大きい大ダコ、大ダコじゃないよ、イイダコ、ついに別種だということが分かりまして、本当に別種だそうです。岡大の人がね教えてくれました。そもそもこっちの一番ちっちゃいやつはね、本当に自分が行き出した時ここまでのやつはいなかったですよね。これもう何十万匹って言って拾ってたら分かるんですけど、ちょっとなんか形が違うんですよね。なんで表現してるかな。細長い。昔もちっちゃいのはいましたけど、昔いたちっちゃいのはこれでした。これ下手したらこれもこれとこれも種類多分違うかもしれませんね。これはね昔からいました。20年前から。これはもう最近ですね、本当に見出したの。出てきますね、他にもちっちゃいの。そのうちハイブリッドができるかもしれませんね。カニも台湾ガザミとマガネのハイブリッドをね、たまにですけど、本当にたまにって言っても生涯2回ぐらいかな見ましたね。あ、まだね。お、小川の大きいの。これは開いたら厄介ですね。一度食べたんですけど激うまっすね。これめちゃくちゃうまい。だしがとても美味しい。3番目。なんでちょっと重くきますからね、道具が。綱締めたら軽くきすぎました。やっぱりちょっと大きいの上の方行くとゲッタがいますね。もうこれからは1月はもうこのゲッタとあとイイダコ、これは小さいですけど、ココラ狙いですね。近年そうなってるってことです。ここはやっぱりちょっとゲタ多いし、多いかなと思って来てみたんですけど、さっきのこっち並みにもおったし、まあ、ちょっと硬い方へ近づいてるんで、砂地の方へおこでに注意しながらやらんといけませんけど、こんなんはもう2年後に来たいということで、ちょっと
と久しぶりにね上の方行ってみましょうかね。よいしょ。一旦潮の流れがありますので、一旦潮に向けて網を投入して舵切って U ターンして久しぶりに上行ってみましょう。下手でまだ数回しか行ってないですね。それがチヌが10月11月に自分がチヌ取ってたんですけど、もうチヌに食い荒らされてあまりにも何もいなかったんで行ってないんですよね。やっぱ潮小さいんで重ときますね。砂地が近づく方が大きいのが多いんで、砂地にはあんまり大きいのいないんですけど、ダベ砂に大きいのが多いんですよね。まあしばらくちょっとこの辺を往復してみますね。こっから先がですね砂地なんですよね。今自分がいるこの船の人はダベと砂の混ざりです。チヌはねこっちで掘ってたんですよね。チンコギは硬い方行くんですけど、この爪の道具では硬い方行ったらもうすり減っちゃうんで、爪があんまりいかないですね。って言ってもそれも最近の話で、もう20年前もう10年ぐらい前までは1月だったらもう硬い方行ってました。漁師が多かったんで、今少なくなったんで、爪の期間中ずっとダメージでなんとかなるようになったんで、あんまり行かないですね。でも今年はちょっと行かないといけない雰囲気ありますね。出たもなんかちょっと今のところ少ない感じです。近づくと魚は増えますね。増えるんですけど、こういうもんが増えるから気をつけないといけませんね。これなんかやられたらもっとやばい。こっちも見えましたよ。カニのマンションいるでしょう。お、いない、いませんね。人気のないマンションですねこれ。もう全部の階に入ってる人気のあるマンションもあるんですよね。今日は潮が小さいんですよね。こちら普通に返しても大丈夫かと思います。スルーしてます。さすがにヨークワンらしいです。よりかき子がどこへ行ったのか、怖い怖い。もう何個でも出てくるし、現在1234 1234 5匹目。
と思いましたけど、これはもうリリースですね。ペラペラですわ。もうこれじゃあ値段が食べても美味しくないでしょう。もし白くなってますね、腹が。これはもうリリースオスですね。だいたいこういう痩せてるのってオスですよね。あら、でもこっちも暴れてるけど違うか、ヒラメではない。ヒラメではなくこっちでした。怖いわ。左潮がもう走り出してるんですけど、なんとゲタ切れましたね。ゲタ引っ込みました。下りになって。それとももっと潮が行き出したらまた出るんですかね。ちょっと分かりませんけど、狙いを変えた方がいいのか、ゲタから。でかこれうまそうっすね。プリップリ。とこですね。逃がしとこうか。ちょっとゲタおらんのでね、完全にダメージの方に帰ってまいりました。ダメの方もおるし。潮が走り出したからいたのか、岩場変えたからいたのか。なんとカニ、驚き。こんな潜ってる時期にカニなんて。ちょっと岡口入れてみたんで、老眼とか生もいますね。他の方が柄大きいですよね。海サボテン一度食べたんですよ。毒があるらしいです。苦くて食べれません。メスの大きい台湾ガザミは見るんですけど、オスの大きい台湾ガザミめったん見ないですよね。普通のカニよりね、味が濃いですよね。それとご飯一緒にいけるぐらいです。おお、スーパーうまくきましたね。なんと小さいか、残念。これだけで十分でしょ。夕方になったからか、5時切ってたらゲタがね結構入ってたんでね、全然落ちてくるときわからんかった。しかもでかい。ではこれをラストにして帰りたいと思います。明るく来た。あそこにねアパート入ってるんですよ。その根を通してみましたが、ワイヤー短すぎたかな。
ダメだ、めっちゃ軽く来てる。これ中何がいるんですかね。この大きさのワームがいたらすごいでしょう。マジでパワー。おお、2枚。あ、でもこれはちょっと小さいか。すごいですね。で、今日は帰りたいと思います。最後おまけ2連発かな。2連発かな。やりましたね。お疲れ様でした。青崎さんとのツーショットですな。厳しいです。お疲れ様です。いや、本当厳しいですね。やれまん。いいです。ゲタがおってくれるやけど、ゲタも午前中だけだったし。なんかだんだんこんもんなりおるけん。ちゃびった。流し用に向かってどんどん細くなってきて、昼からの間は魚おらんかったね。ヒバエビはおるんですけど、ガラエビがめっきりおらんですね。おお、ごめん。シバはいいですけどね、ガラがね、めっきりおらんですよ。やっぱみんなシバは拾わんけど、ガラ拾うけんな。ああ、まあ。他に最後のこいつのおかげでなんとかなりました。こいつとこいつのおかげで。なんとかロイヤルカナンを変えるように。2人で頑張るしかありませんな。はい。自分たちの飯は貧しくとも。ロイヤルカナンたちのいる。新年一発目の皆さんお疲れ様です。仕事始めお疲れ様でした。皆さん今年もお互い頑張りましょう。白州チェリーダル原酒ブレンドいただきます。そろりそろりと持ってきてくれてます。こぼさないように声をかけ、ありがとうございます。危ない危ない、これは危ない。はい、ありがとうございます。魚介やないやないかという皆さんのツッコミが聞こえてきますけど、1月の終わり第2週から2月の初め第2週が終わるまで牡蠣が一番美味しい時期なんです。皆さんご存知でしたか。まあ皆さんこのチャンネルを見てくださってる皆さんはもちろん知ってると思いますが、この牡蠣が一番美味しい時期はやはり牡蠣をいただきたいと思います。チキンカレーではなくチキンカレーの上に牡蠣を置いていきたいと思います。牡蠣はですね、この牡蠣はですね、海進丸三宅海産黒川水産のブレンド牡蠣です。置きたい放題を置けるのですが、一応これだけにしておきたいと思います。なぜならスープがこぼれるから。彩りでこれだけ添えておきます。これ何やったっけ、野菜ロマネス。広島県三木の直売所で買いました。こちらのチーズを乗っけたいと思います。ありがとうございます。チーズ。ありがとうございます。チーズ。大丈夫です。私が乗せますので。はい、大丈夫です。ありがとうございます。お願いいたします。はい、ありがとうございます。動画は2回目の動画ですけど、新年一発目の晩ご飯はチーズかきカレーにしたいと思います。かきが一番美味しい時期ですからね。ちなみにチーズはプロボローネピッコロピッコロだそうです。いただきます。かきカレー、かきいただきましょうかね。まずはどえらいボーノです。ボーノすぎる。やばいこれやばいこれやばい。カレーと言ってみましょうね。当然やっぱりカレーライスですから。まあ自分は牡蠣食べ慣れてますんで、いつもの牡蠣です。美味しい時期のいつもの牡蠣、誠に美味しいです。本当にだいたい年末がやっぱりみんな牡蠣買いに来るんですよね。やっぱり家族全員で食べれますからね。ただやっぱり一番美味しいのは1月末から2月初旬ですので、その時期の牡蠣を食べてない方がいらっしゃったら食べてみてください。今回もご視聴ありがとうございました。